はい、こんにちは。今回なんですけれども、タイトルの通りですね、アプリがうまくつながらない場合にどういう対処をすればいいかというですね、テーマでお話をですね、してみようと思うんですけども、最近の完全ワイヤレスイヤホンって、スマホアプリに対応しているモデルもですね、たくさん出ていて、アプリで接続することで様々なカスタマイズができたりとか、ファームウェアのアップデートで新機能が入ったりとかですね、そういうことができるので、アプリってですね、とてもですね、重要なものになっています。通常ですとアプリと接続するには、イヤホンをですね、ケースから取り出して Bluetooth の設定画面を見るとこんな感じですね。ちゃんと接続済みとなっていて、そしてアプリを立ち上げると自動で認識してこんな感じでですね接続されるというのが通常なんですけども、カスタマイズですねしたいけどできないという方がいらっしゃるみたいで、私のチャンネルでもコメントいただいたりとか Twitter の方でもですねご相談いただいたりなんかして、ちょっとですね私がその直接、どんな感じでなってるかっていうのを見てですね対応できたわけではないので、うまく解決してあげられなかったっていうのもあって、この動画をですね撮ってみようかなと思いました。普通だったらですね先ほどみたいに簡単につながるはずが、イヤホンとスマホはつながっていて音楽は聴けるんだけどアプリだけ接続できないというですね状況みたいで、そういう時にですね一回見返していただいてやってもらえると、もしかしたら解決するかもしれないので、今回ですねご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画を細かく丁寧にご紹介することをポリシーとして運営しておりますので、まだチャンネル登録されていない方はぜひですねチャンネル登録もよろしくお願いします。励みになります。それでは行ってみましょう。はい、ということで、イヤホンとスマホは接続できていて、音楽を聴けるんだけども、アプリが繋がらないっていう時にですね、やった方がいいことっていうのをですね、ご紹介していきます。今回ですね、このジャブラのエリート5を使ってご紹介していくんですが、どのですね、メーカーでも、どのモデルでも、基本的にはですね、同じですので、参考にしてもらえればと思います。うまくですね、繋がらない時にやっておいた方がいいものっていうものはですね、特別目から鱗が落ちるようなですね、裏技みたいなものはないんですけども、知っている人からしたら、そんなですね、大した話ではないと思うんですが、このぐらいですね、やっておけば、繋がるんじゃないかなと思うのがこちらの5つになります。まず1つ目がアプリの完全終了。2つ目が端末の再起動。3つ目がキャッシュの削除。4つ目がアプリの再インストール。5つ目がイヤホンの再ペアリングということで、考えうる限りこれぐらいかなと思います。これ見てですね、と思った方はもうここでですね、動画終わってもらってもいいかもしれないんですけども、これを見てですね、パッとですね、何をやればいいかっていうのがわからない方は、実際にやりながらご紹介していきたいと思います。ということで、まず1つ目ですね、アプリの完全終了というものがあります。アプリですね、立ち上げたまんまでいろいろやっていると、一発目立ち上げた時はうまくつながるけど、何かしていることにつながらないみたいなパターンもあったりして、例えばアプリをですね、こんな感じで小さくしてですね、一回イヤホンケース戻します。イヤホンをまた取り出して、アプリをですね、立ち上げた時に、こんな感じでですね、通常ですとイヤホンをですね、検索しに行ってつながるようになるんですけども、なぜかアプリをシュッてですね、下から上にスワイプして閉じただけですと、うまくですね、つなぎに行こうとしないパターンがあるので、こういう時にですね、しっかりとアプリを完全終了することによって、もう一回ですね、接続しに行こうとするはずです。アプリのですね、完全終了のやり方なんですけども、iPhone なんかですと、下からですね、スワイプして、こうやって閉じるだけだと完全終了にはなってなくて、これでですね、終わっちゃってる方っていうのも結構いるんじゃないかなと思うんですけども、そうでなく下からですねこうスワイプさせて、このタスク一覧からアプリをですねスワイプしてちゃんとですね終了させるということをやってみるといいかなと思います。これ結構できてない方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、 iPhone って基本的にはですね、さっきみたいなこのタスク一覧からいちいちですねアプリを落とさなくてもいいよっていうのも言われていると思うんですけども、やっぱりうまくいかない時っていうのは、このですね変にこのタスク一覧にアプリが残っちゃっていて、うまくですねアプリを開いても初期化されていないということが考えられるので、これをですね一回やってみてください。続きまして2つ目なんですけども、端末の再起動ですね。ここでいう端末って言っているのは、今回の場合ですと iPhone のこちらですね、再起動するという感じになります。この時もですね、できればアプリをちゃんと完全終了してから端末再起動する方がベストだと思うんですけども、こう落として設定画面の一般の一番下にですね、こちらですね、システム終了というものがありますので、こちらから一回スマホをですね落としてもう一回立ち上げるということをやってみるといいかなと思います。で iPhone が再起動しましたので、もう一回ですね接続しに行くとつながりやすいよというものになります。これもですね簡単なことなんですけども、スマホを再起動することによってちゃんとですねアプリを立ち上げた時に初期化されて立ち上がってきたりすると思うので、そうするとですねちゃんとですね接続しに行く処理が行われるんじゃないかなと思います。
はい、続きまして3つ目なんですけども、キャッシュの削除ということで、こちらですね、やってみてもいいかなと思います。キャッシュっていうのは、よくですね、ネットなんかで調べるとゴミが溜まってるのでそれを削除しましょうみたいなですね、話になると思うんですけども、実際はですね、ゴミというよりかは、新しいページを開いたりするときに、そのページのですね、開く速度を速くするときのためなんかに残っているデータのことで、全くですね、全てがですね、ゴミじゃないんですけども、うまくですね、いかないときなんかは、キャッシュがですね、ゴミみたいになっちゃってるので、それをですね、削除しましょうというものになります。こちらですね、キャッシュの削除は iPhone の場合というよりかは、どちらかといえば Android の場合でできることになりますので、iPhone の方はですね、飛ばしていただいてもいいんですけども、Android の場合ですと、アプリ個別にですね、キャッシュを削除すること、データを削除することができます。やり方としましては、端末のですね、設定を開いていただいて、その中にアプリというものがあると思いますので、そちらを選択していただく。それからアプリを管理。こちらでアプリの名前を入れていただくという形になります。Jabra の場合ですと、サウンドプラスですので、こちらを開きまして、こちらの下にですね、データを削除というのがあるので、こちらからデータを削除していただくというものになります。キャッシュの削除だけでいいと思うんですけども、不安な方はですね、全て削除していただいてもいいかなと思います。で、キャッシュを削除しますと。これでですね、余分なですね、ゴミになっちゃったデータっていうのが消されるので、スッキリした状態でアプリをですね、立ち上げることができますので、ここからですね、アプリをまた立ち上げていただくと、余分なですね、データのせいでうまくですね、繋がらないってことがないんじゃないかなと思います。次にやるですね、アプリの再インストールをですね、最初からやっていただいてもいいかなとは思うんですけども、再インストールしただけだとですね、キャッシュ残っちゃったりすることもあるので、できるんだったらこちらもですね、やってみてもいいかなと思います。はい、続きまして4番目ですね。また iPhone にちょっと戻してみましたけども、アプリの再インストールをやってみるということになります。アプリの再インストールはですね、あんまり説明することもないかもしれませんが、iPhone の場合ですと、長押しすると、こちらですね、APP を削除というものがありますので、こちらから削除をしていただいて、App Store からこちらですね、また再インストールしていただくということになります。この辺はですね、いろんなアプリを入れている方たくさんいらっしゃると思うので、もうお分かりかもしれませんけども、アプリ削除していただくことで、データもですね、綺麗になりますし、またですね、しっかりと初期化されるという感じになるので、こちらもですね、やってみるといいかなと思います。これでうまくいくんだったら、最初のですね、アプリの完全終了とかでうまくいくとは思うんですけども、一度ですね、やってみてもいいんじゃないかなと思いますね。アプリを再インストールしましたので、この辺のですね、一番最初のものが出てきて、つながりやすいよということですね。こんな感じでつながります。最後のですね、やっておいた方がいい点なんですけども、イヤホンの再ペアリングですね。こちらはですね、本当に意味があるのかってちょっと怪しい気もするんですけども、やってみてもいいかなと思います。イヤホンの再ペアリングはこの Bluetooth のですね、設定画面から I のマークですね。この I のマークを押して、このデバイスの登録を解除という方を選択します。で、もう一回ですね、デバイスの登録を解除ですね。そうすると、これでスマホとイヤホンは接続が切れましたので、もう一回ですね、再ペアリングしていただくという感じになります。Jabra の場合は、両耳を長押しするとペアリングモードになって、こちらですね、今出てきましたけど、Elite 5と出たので、もう一回ですね、接続していただくという形になります。はい、こんな感じで、接続ができるという形になります。はい。ということで、今回はですね、完全ワイヤレスイヤホンを使っていて、アプリとうまくつながらないときにやっておいた方がいいことということでやってみました。あとですね、イヤホンのリセットなんかもですね、やってみてもいいかもしれないですけども、こんな感じのですね、この5つをやっておけばですね、大体繋がるんじゃないかなとは思うんですけども、もう繋がらないって言われている方のですね、状況をですね、直接目で見たわけじゃないので、別のことが起きてるっていう可能性もないことはないと思うんですけどね。今回の内容はですね、もうやったよっていう方もですね、いらっしゃるかもしれないんですけども、そうなってくるとですね、実際に目で見てみないと、ちょっとですね、対応が難しいパターンもあると思うんですけども、そういう場合はもうですね、サポートの方に問い合わせていただくとか、そういうことになってしまうと思うんですけども、一回ですね、うまくですね、アプリと繋がらないことがある方は、今回の動画の手順に沿ってやってみていただくといいと思います。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしていますので、これからもチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。